皆さんこんにちは。ディオラギターの K です。はい、2026年明けましておめでとうございます。そして、2026年一発目のディオラゴディクです。世間はもうお正月真っ只中というか、お正月三が日って言うじゃないですか。三が日で言ったらもう、お正月はね終盤を迎えている頃なんですけども、皆さんはねどんな、お正月を過ごされたでしょうか。怒涛の年末から、無事ね年が明けまして、去年のことだったりね、また今年のことについても、ちょっとお話できればなと思っているのでよろしくお願いします。そして本年もよろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、といった感じで改めましてですけど、皆さん明けましておめでとうございます。昨年にはなるんですけど、2025年の12月31日今年も、大晦日ライブを行いまして、グミンたちと共に、年を明けることができた2026年なんですけども、ライブ自体もね非常にいい幕開けというか、なんか新年らしいライブができたんじゃないかなと思うんですけど、そのライブについては、我々こう毎年余興としまして歌合戦たるものをやっているんですけどもね、来てくれた方はもうご存知かと思いますが、今年も例外なく歌合戦の方をやらせてもらいまして、はい、楽しませていただきましたが、皆さんは楽しんでいただけたでしょうか。そうなんです。今年は、スキマスイッチの、全力少年を歌わせていただいたんですけども、ネタに走ったわけじゃないですよ。決してネタに走ろうと思ってやったわけじゃないんですけど、たまにはね真面目に歌ってみようかなとか思ったりもしたんですけど、なんかワンコーラスぐらい歌うとね、もうちょっとこう手持ち無沙汰になっちゃうんですよね。だからそれを何かこうカバーできるものはないかなって考えたら、そこで何を思ったか、一人二役で家にもキーボードあるしちょうどいいやんと思ってはい、そんなこんなで始まった2026年なんですけども、今日がもうね実は1月3日とかなので、三が日で言うんであればもう今日はね最終日、道も若干混んでるのは多分これU ターンラッシュなのかなって感じなんですけど、でも今年もねお正月は1日2日とかは、ゆっくりしたというか、あえてこう何もしないことを選択するのも大事じゃないですか、やっぱり。だからこれといってこれといって何もと言ったらねあれですけど、で初詣なんかもね、今年はね大晦日ライブが終わって家に着いたその足で行ってきたんですよ。だからもう本当数人パラパラとしかいなかったんですけど、起きてから行こうかなとも思ったんですけど、体がねその元気なうちに行っといた方がいいかなと思って、まだねそのライブのアドレナリンがこう出ている間に一旦寝てしまうと、もうそのままきっと家から出たくなくなってしまうと思ったので、でもお正月らしいこともね特にてか年々そうなんですけど、お正月だなっていう感じがねあまりないというか、皆さんもね自宅でゆっくりされたり帰省をされたり、それぞれいろんな過ごし方をされたとは思いますが、1年にね一度ぐらいですから、もう好きなように過ごすのが一番いいかなと食べる、飲む、寝る、この3つを厳守して過ごすのもいいんじゃないかなと思うんですが、いやでもねその毎年やっぱそうなんですけどね、1年って本当もう早いじゃないですか。もう皆さんご存知の通り1年って本当に早いなと。てかグミンの日がね終わってからが一瞬だった。本当に早かった。ここね数年はもうその今年の目標とかその抱負みたいなものはねあまりこう決めないようにしているんですよね。さっき早いって言ったばっかなんですけど早いながらにもすごいいろんなことがやっぱ
あるわけじゃないですか、1年って。その時のこう衝動だったりもねすごく大事にしながらやっていきたいなっていうふうにも、なんだろうね、その方がいろいろ視野が広がるというかね、そういうこともあると思うので、なので2026年の目標みたいなものは今のところないですけど、簡単な話が1年間音楽に生きていればね、それが全部結果につながってくると思うので、今年1年もね音楽に行きたいなと思っております。目標というか今年も、そんな感じかなと思います。あとはこれも毎年言ってるんですけどね、体がやっぱね資本なので、皆さんもそうですけど我々もね健康第一でやっぱり音楽を続けていきたいなっていうのはありますね。それで言えば俺多分2025年って風邪ひいてないんですよね。どっかではその鼻声セクシーボイスの時とかはありましたけど、季節の変わり目にねすごい鼻水に悩まされてっていうのはありましたけど、寝込んだりとか熱が出たりっていう風邪をね2025年ひいてないんですよ。これは大したもんだとちょっと今思いました。たまにね健康の秘訣はみたいなことを言われたりするんですけど、これ本当に思うのがね食べることだと思うんですよね。無理にね大食いしろって言ってるわけじゃないですよ。食に関してわんぱくな方がなんか元気な気がする。だからやっぱりお腹空いてるとねもう元気本当出ないですもん、本当に。だからやっぱり食べることはすごい大事かなと、皆さんもたくさん食べてくださいそれで、さっきも話にあったんですけど、マディサーカスカムトゥータウンというツアーがね、年末行われていましたけど、いつも以上になんかその週末が来るのがすごく楽しみな気分が強かったなって。マディサーカスカムトゥータウンっていうタイトルじゃないですか。だからマディサーカスがそのあなたの街に的なニュアンスだと思うんですけど、その言葉を聞いただけでもすごくワクワクするワードじゃないですか。でそれをなんかやってる自分たちもすごくワクワクな気持ちでできたなっていうのはありますね。どんな曲が飛び出すんだろうとか、どんなね演奏だったりどんな音が、自分たちからしてもそのマディサーカスという曲だったり、ジューダス9泊に至ってもね、今回はどんな絵が見れるんだろうとか、どんな景色になるんだろうっていうのがすごくワクワクなツアーだったなって。だからそういうワクワクをねお互い高め合えたツアーだったなとも、いろいろね予期せぬことがね飛び出したりも主にアンコールですけどねそれもそれでね、アンコールでいきなりぶっつけでじゃあセッションやりましょうみたいなのとかもなかなかなかったので、それってねつまりそのツアーだからっていうのを除いても、そのディオラが15周年っていうこともあるので、その15年目のあうんの呼吸じゃないですけどね、そういうのもね出せたんじゃないかなと。いやでもそのセッションで言うんであればね、多分宇都宮の時にねもう全てを持っていかれた気が宇都宮ワルツと命名しましたけど、多分みんなの中ではねそのイメージがすごい強いような気はしますけどね。でもねそれだけ自由にやっぱり音楽を楽しめたツアーだったし、自由にねこれからも音楽を楽しんでいけるのは非常にいいことだなと思いますね。そんな感じでねツアーも、残りファイナルのみとなりましたけども、1月17日神田スクエアホール、これはねツアーファイナルとディオラ15周年のアニバーサリーという2つの意味合いのあるライブになっておりますので、良い幕開けの一日にできればなと思っております。ちなみに新年一発目のライブっていうことでもありますからね。って考えたらすごい日ですね。トリプル案件ってことですよね。カレーを食べに行ったら目玉焼きとハンバーグもセットになってついてきたみたいな、それだけ記念すべき日であり大切な一日でもあるので、皆さんもねぜひ足を運んでもらえたら嬉しいなと思います。そんな感じで、実はね去年のねディオーラ号へ行くへの質問をねいただいていたんですけど、こちらもね月日とともにずっと温めておきまして、大変皆さんお待たせしましたということで、その質問の方にも
答えていきたいなと思います。鬼滅の中で好きなキャラは誰ですか？前ねその2人いるんですみたいな話をねなんかインストかなんかでねした気がするんですけど、胡蝶忍と富岡義勇なんですよね。好きなのは一番っていうんであれば富岡義勇が好きですね。まあねその理由はねいろいろあるっちゃあるんですけど、なんかあれぐらいのポジションのキャラがね俺いっつも好きなんですよ。わかるかな？なんか、主人公は俺絶対好きにならないんです。アニメとかだからドラゴンボールで言ったら悟空とかは好きにならないし、ワンピースで言ったらルフィとかは好きにならない。主役級の強さは持ってはいるんだけど、でもあんまこう前に出てこないキャラっていうのかな、なんかちょっとこう孤高なみたいな、そういうねキャラが好きなんですよね。あとなんかこう単純にね人と被ることが俺あんま好きじゃなくてそうだから主人公で絶対にその好きな人いっぱいいるじゃないですか、たくさん主人公だからこうあえてこう王道を外していくっていうその性格もあるのかもしれないですねそう昔からそうなんですよね。なんかはい次、既存のバラード曲をアップテンポ暴れ曲にすることも可能ですか？はい、もちろん。なんか自分のその生誕祭ライブで高田馬場エリアでやったもう何年前だろうの時に実は桜サクラメントをアップテンポバージョンでやったことがあったんですよ。アレンジして桜サクラメントアップテンポでもちょっといけんじゃないかなって思って実際やってみたので、そしたらね意外とこれはこれでありだなっていうね感覚になったので、結構ねそのドラム次第なところありますよね。曲のその雰囲気というか激しいのかはたまたしっとりなのかっていうところは割とドラムにかかってる気がするので、ドラムさえ変えちゃえばね割と何の曲でもいける気はしますね。それこそねマディサーカスとかでも割とこうあれってねアップテンポというかノリのいい曲なんですけど、サビんとことかもあれの半分のリズム今ってタタ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 じゃないですか。それをタタ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 ってやることによってちょっとねそのバラードっぽさが出たりするので、ドラムはねやっぱでかいですね、アレンジにおいて。はい次、以前チェロを習いたいとおっしゃっていましたね。今後の曲でもチェロのサンプルが使われたりするのでしょうか？いやそうなんですよ。チェロはねずっとやりたいんですよやりたいんですけど、意外とね結構大掛かりなことになるので、そう簡単にはこうまだ手を出せてないというか、タイミングをね見計らっているんですけど、やりたい気持ちはね常にずっとあります。で、今後曲についてもサンプルが使われる、実際弾いてできたらいいんでしょうけど、でも多分俺が弾くよりも絶対サンプルの方がいい音はする気はするので、その方が作品としては、意味合いとしてはねいいんでしょうけど、作品としてはそっちの方が絶対に完成度は高いので、なんだったらその使ってるサンプルとかも結構こだわりの割とねいいやつを使ってたりするので、そっちの方が多分ねいいとは思いますけど、ちょっといつか披露したいなと本当に思ってるので楽しみにしててください。では次、 K さんに、教えてほしい奏法があったので判明しました。次はチョーキングを教えてほしいです。チョーキングですね。ギターのチョーキングについてなんですけど、皆さんも名前とかは多分聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、簡単に言うとその弦をこう持ってるじゃないですか。これを上にこう持ち上げることによってギターの音程ってこう上がるんですよ。じゃあなぜそのチョーキングが必要なのかっていうと、上げると大体その半音1音とか2音ぐらいこう頑張ればね2音ぐらいとかいけるんですけど、でもこう上げなくてもこの横が半音だし、この横1音だしみたいな感じ
で音程は変わるんですよ。弦を上げなくてもドレっていきたいとき、チョーキングってこのドの音をこういう風に上げることによってレにするんですよ。じゃあその違いって何かっていうと、音のそのつなぎ目が滑らかになるっていうのが一つあって、ドからレの音のつながりがこう滑らかになるかドレってなるかの違いなんですよね。それって本当にその曲だったりそのフレーズによって使い分けることが大事だったりするんですけど、だから歌とかに似てる気がしますね。チョーキングってカラオケの採点機能とかにしゃくりってあるじゃないですか。あれと同じ感じで、そのあーっていくのかあーっていくのかみたいな。だからこうよりなんだろうな、感情的にというかこう情緒というか、なんかそういうものをね出したいときはチョーキングを使ったり、あとチョーキングするとそれとセットで顔も一緒についてくるっていうのはありますね。こうチョーキングすることによってこう自分自身もこう上にこう上がっていく感じがねあるんですよ。だからこうチョーキングをギターソロ中とかチョーキングするときは割とね天を仰ぐことが多いんですけど、だから顔で弾くっていうのはね割とチョーキングありきなことかなともね思ったりもするんですよ。そんな感じですね、チョーキングは。はい、次のツアーの新アーシャ黒リップはどこのですか？マディサーカスのやつですよね。いや、そうわかんないごめんなさい。ヘアメイクさんが使ってくれてるやつで、しかも多分ねその単色とかじゃない気がするんですよね。混ぜていつも使ってる感じがするので、はい、なので黒単色ではないということだけはお伝え しておきます。はい、はい、次。生誕の際には K さんも作詞をされますが、こういう世界観にしようと決まるのは決め打ちで制作されるのでしょうか？それとも曲先行で曲が出来上がってからそこにはまる詩を考えているのでしょうか？あれですよね、詩先行、詩というかその世界観先行なのか、曲ができてから詩を載せるってことですよね。自分の場合はどっちだろう。なんかどっちとも言えないんだよな。でも強いて言えば曲なのかもしれないですね。曲先行なのかも。その前回のその奇跡の夜にとか、あの時はもうあらかじめ今回ちょっとアニバーサリー的な雰囲気にしたいなっていうのがあって、アニバーサリー的なその歌詞とアニバーサリー的な曲っていう感じでもう2つ決まってたので、割とこう同時進行で進めてったんですけど、その他で言うならでもやっぱ曲になるんですかね。でもこう毎年やっぱりどういうテーマにしようっていうのは演出とかも込みでやっぱ考えなきゃいけないので、ってなるとね、その世界観に歌詞が紐づいてないといけないしみたいな。だからちょっとね生誕祭の作詞と作曲ってなんか特殊な感じはするんですけど、ちなみにあと1ヶ月ぐらいで今年もね誕生日が私やってきますので、今年もぜひ楽しみにしていてもらえたら。では次。北海道や大阪、名古屋、福岡など2日連続ライブがある際に1日目の写真が投稿してくださらないのは何か理由があるのでしょうか？1日目の写真はインスタの方に上げてて、で、2日目をX の方に上げてますね。っていうのもその1日目がそのマディサーカスのアーシャ通りのヘアメイクをしてるので、そっちをまずインスタに上げようっていうのがあって、そうだからせっかくならその1日目と2日目で分かれてた方がいいかなっていう感じで、1日目だったり2日目のそのライブ終わった後の T シャツでの、写真が X の方に上がっているので、なんかねそうやってこう使い分けをしてるので、もしよろしければぜひインスタの方もご覧になってみてください。はい、といった感じで、質問は以上となりますが、
皆さん質問してくれるときにねちゃんとタイトルにディオーラ号で行くへの質問ってつけてくれてね、本当にありがとうございます。私事ではありますが非常に助かりました。なので、またね何か質問がある際はディオーラ号で行く質問とタイトルに書いて送ってください。どしどし、そんな感じで、始まりました2026年です唐突に締めに入ろうとしていますけどももろもろ話にもあったように今月1月17日は、神田スクエアホールの方で、マディサーカス、そして15周年、そして新年一発目のライブをね我々は今、めがけて我々はねもう2026年進み出しておりますので、皆さん本当に楽しみにしていてもらえたらと思います。そしてね本当年がもう変わったということでいよいよ15周年、いやなんだろう今ねこう15周年だからどうっていうね感覚が本当に全くないぐらい、やっぱり15周年経ったなっていう感覚もなければ15年もやってて多分ね本当当時と気持ちはね何も変わってないんだと思うんですよね。びっくりするぐらいに、もちろんねそのいろいろ大人にもねなりましたしそうなりましたけど多分ずっと何も感覚が変わってないからこそ15年経った気がしないというか、やっぱ同じことを当時から今も考えているんだなっていうのはねすごくありますね。15周年に関してはねまたおいおいお話できればとは思うんですけども、でもね我々だけの15周年ではなくて我々とグミンたちの15周年っていう感じがあるので、だからこそ15周年っていうものはねみんなで、迎えたいなと思うしみんなで祝いたいなと思っております。そんな感じでね改めましてですけど2026年も皆さんよろしくお願いします。それでは次は1月17日神田スクエアホールでお会いしましょう。ありがとうございました。以上 OK でした。